いよいよ始まりました。スタートレック新シリーズ、ピカードです。いや、もう、感動ですよ。去年、スタートレックの新作が出ると知って、マジで漏らしちゃうかと思うくらい興奮しました。だってですよ、ドラマではボイジャー以後、映画では2002年に公開されたネメシス以降、先の未来の話はなかったわけですよ。比較的、新しいスタートレックエンタープライズとか、あとディスカバリーも、これはね、カーク船長よりも古い話なんですよね。で、2009年公開された、映画スタートレックは、カーク船長の時代ですし、要はですね、先に進んでないんですよ。ですね、人類は出し尽くしちゃったかもしれないんですよ。アイディアを。だってほら、ハリウッド映画にしても、マトリックス以降斬新な SF 的発想って皆無じゃないですか。いいですか？斬新な SF 的発想がないって言ってるだけで、いい作品がないと言ってるわけじゃないですよ。インターステラーとかもう私ランキング5位以内ですからね。最新科学をもとに宇宙がどうなってるとか、こんな、新しい便利な道具ができたとかですね。社会システムがどう変化するとか、などなどね、もう、スタートレックで全部出ちゃった感があったんですよ。あったんです。もう、だからもう、スタートレックは先の話作れねえんだろうなぁと、半ば諦めてたらこの作品ですよ。しかもタイトルがピカード。ファンとしては二重に嬉しいです。スタートレックは私の生命エネルギーを充填させてくれる貴重な作品なので、どうかクリエイターの皆さん、いいものを本当作ってください。ファンとしては応援しまくりますので、よろしくお願いします。というわけで、これからたびたびこういう動画をアップすると思いますので、皆さん、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、これから話す内容ですが、まず、シーズン1エピソード1ですね。今回の。これの要点を話したいと思います。1番は、データ少佐はもういない。2番、ロミランは滅亡の危機。3番、ピカードの状態。4番、謎の女性の正体とは。こんな感じで説明していきたいと思います。まず、悲しい現実なんですけれど、データ少佐はもういないんです。新スタートレックでは、ピカードの次に来る主役と言っても過言ではない存在なのにです。2002年に公開された映画、ネメシスで、データ少佐は自らの命と引き換えにピカードを助けたんですね。で、セラロン放射線っていうなんかもうめちゃくちゃすごい放射線がありまして、ウランとか、プルトニウムとか、そんなのから出る放射線なんかと全然比べ物にならないような、なんか放射線かと思ってください。それを、こうやって、こんな感じでドカーンと壊したわけなんですけれども、当然爆発に巻き込まれてしまいました。そういう状況なんですが、今回の最新作では、データ少佐という高性能な人工生命体が重要なキーワードになっています。断言しますが、今後もデータ少佐という存在そのものが本作品の大きいテーマになります。思いっきり哲学的なエピソードがバンバン出ますので、データ少佐については、まあそういう、その都度深掘りしたいなと思っています。はい、次。ロミュランは滅亡の危機です。西暦で言うと、2387年にロミュラン星系近隣の恒星が超新星爆発したんですね。で、母星であるロミュラスが滅亡しました。これは作中のピカードインタビュー内の会話で具体的な話が出てきて、私自身かなり驚きました。これ実は2009年に公開された映画、スタートレックでも、ロミュランの滅亡の話は出てたんですが、なんか劇場版では災害の規模がいまいち伝わらなかったんですよ。
でも今回のこのインタビューね、この中に出てきた会話で、相当ひどい状態、もう相当やばい状態になったっていうことと、それが未だに解決していないという、そういう話がね、具体的にわかります。さあ、ロミランの未来はどうなるんでしょうか。さて、ピカードの状況です。超新星爆発でロミラスが滅亡した際に、多くのロミラン人を助けようとしたっぽいんですよ、ピカード艦長が。で、惑星連邦は最終的に助けないと、ロミランを。助けないっていうことを決定したらしいです。で、当然なんですけど、これに対してかなりの憤り感じて、宇宙艦隊の提督というポジションだったっぽいんですけど、ピカードは辞職して、今はワイン製造をやってる。ワイン製造業ですね。をやってるという感じです。初めてこの作品見る人は、なんでワイン製造なんって思うかもしれませんけれど、これ、スタートレックファンからすると非常に感慨深いものがありまして、前作のその新スタートレックの中でも、とびきりの名作、勇者の帰還っていうエピソードあるんですけれど、これと深く繋がった話です。まず、ウルフ3号機の戦いという、スタートレック史上人類が最も危険な状況になった、もう人類の存亡をかけた戦いがあったんですね。で、この戦いでピカードは肉体的にも精神的にもほんとボロボロになりました。で、それはもう一生消えない傷、最大のトラウマですね。で、そんな傷を負ったピカードが、フランスでワイン製造業を営んでるお兄さんのところに帰るわけですよ。もう、ほんとこのね、ほんとこの作品は泣けました。たまらなかったですね。新スタートレックファン同士が出会ったら、まあ、この話は欠かさず語り合います。それぐらい印象的で素晴らしいエピソードでした。で、最新作にはお兄さん出てきてないんで、今回のこのブドウ畑がお兄さんのものなのか、ピカードが新たに作った場所なのかはまだわかりません。おそらく今後のエピソードで明らかになると思います。はい。謎の女性の正体とは、今回登場したダージという女性なんですけど、この女の子をね、中心に物語は進んでます。で、なんと、この第1話で、ダージが、データ少佐の娘じゃないか、という、感じになります。つまりですね、人工生命体なんですよ。アンドロイド。要は人間じゃなくて、アンドロイドじゃないかという感じになってます。で、正確に言うと、データ少佐の娘として扱うのが正しいかどうかは、まだ不明です。でもデータ少佐と何らかの関係があることは間違いない。おそらくアンドロイドです。なぜなら、データ少佐が、作成した油絵に、ダージとそっくりな女性が描かれていたんですね。じゃあ、ダージは、データ少佐が作成した娘なのか、それとも、他の技術者がデータ少佐の記憶とか、神経回路などを移植して、作ったものなのかは、これから徐々に多分分かってくるんじゃないかなと思います。ここからは、考察とか、ちょっと見て思ったことを話したいと思います。で、1番、インタビュー。2番、B4。3番、データ少佐の娘。4番、人工生命体の反乱。で、最後5番にロミランですね。これらについて話したいと思います。では1番、インタビューについてです。この話の中でも結構重要なシーンが、ピカードの、インタビューシーンなんですね。現状を知る上で、
質問という形でロミュランの滅亡とか、なぜピカードが辞職したのか、で、データ詳細がその後どうなったのかとか、すべてここでわかる仕組みになってます。なるほどなぁと。全体的な背景をどうやって視聴者にかっこよく、説明するのかって、考えた結果、多分この方式取ったんだなぁと。ある意味感心しましたけれどですよ。なんだろうなぁ。この、アメリカン TV ショー的な俗っぽい感じ。あの新スタートレックを見るとわかるんですけれど、この時代の惑星連邦地球人っていうのはかなりバルカン星人に寄ってまして、もちろん、喜怒哀楽はあるんですけれど、現代人に比べるとかなり理性的なんですよ。ものすごく。なんていうか理想の人間像みたいな人ばっかりだったんで、なんか急に現代人の俗っぽいマスコミインタビュアーが出てくるとか、なんか、何人間退化しないみたいな。まず、そう思っちゃったわけですよ。多分ですね、ここファンの間でも議論になるポイントだと思いますね。でもね、一応逃げがありまして、そのロミュラン滅亡の話が出た前回の映画の中で、生き残りのロミュラン人が逆ギレしてですね、バルカン星人のスポック、あいつをもう嫌がらせしてしまえっていうことで、なんか過去に戻ってバルカン星ブラックホールに飲み込んだんですよ。とんでもないジェノサイドなんですけどね。だから、要は過去が思いっきり変わっちゃってるわけですよ。なので、バルカン星人が少なくなってきた影響もあって、惑星連邦全体的になんか野蛮性が結構残っちゃってるんですよね、みたいな後付けで言うかもなーっていう気はちょっとしてます。次、2番目、B4 ですね。B4 とは、ヌニエン・スン博士が最初に作ったアンドロイドです。つまり、データ少佐のお兄さんに当たるわけですね。で、この B4 は、今回が初登場ではなくて、2002年に公開された映画、ネメシスが、初登場です。で、機能的にはデータ少佐の劣化版という扱いで、ちょっとかわいそうなんですけれど、データ少佐のように知的生命体としてね、認定しても良いというレベルにはないです。ちょっと低レベルアンドロイドみたいな、そんな扱いですね。で、この B4 って名前なんですけど、映画ネメシスの中で、B4 はビフォアの文字だみたいなことをピカードが話してます。で、データ詳細がいなくなった今、多分ね、この B4 をどうにかするんだと思うんですけれど、取り扱いは難しい気がしますね。ちなみに、データ詳細にはもう一人お兄さんがいて、ロアというある意味では、データ詳細以上のアンドロイドがいました。感情を持った状態で、多分人工生命体だってことで差別されまくったからか、かなり悪い性格に仕上がります。で、生みの親であって、開発者のヌニエンスン博士は、このロアの失敗から、感情を入れないアンドロイドを作成しようと考え、そこでできたのがデータ操作という、そういうわけなんですよね。なので、まず、長男 B4。で、次男がロア。で、三男坊がデータ操作と。こんな関係性になっています。もう少し深掘りしますと、新スタートレックシーズン7のエピソード10、アンドロイドの母親で追加でいろいろと分かったことがありました。まず、ローアの前にプロトタイプ版を3体作ったけど、それは全部ダメになったっていうこと。で、この3体のうちの1つが B4 ということになりますね。そして最大の驚きなんですけれど、データ詳細の後に女性アンドロイドをスン博士は作ってたわけですよ。つまり、
年代から言うとデータ少佐の妹に当たるわけなんですが、中身は亡くなったスーン博士の内縁の妻、ジュリアナ・スーン。ジュリアナ・スーンを元に作ってるわけですよ。つまり、母親になるわけなんですね。なんか、妹だけど母親ってわけわかんないですけれど、そういうことなんです。で、抑えたいポイントとしては、このジュリアナ・スンは自分の人間だと思ってて、アンドロイドである事実は知らないんですよ、自分自身。で、これは今回出てきたダージと同じなんですよね。で、アンドロイドのジュリアナ・スンは、自らを人間だと思ったまま生活をし続けたわけなんで、もしかするとこの時代にもまだいるかもしれません。っていうか、ダージは、ジュリアナ・スンをベースにして作っちゃったかもしれないですね。とにかく、ヌニエンスン博士は合計で6体のアンドロイドを作った計算になります。なので、正確に言うと、データ少佐は5男坊っていうことになるんです。では次、データ少佐の娘。このデータ少佐の娘と聞いて、スタートレック好きの人は、フラッシュバックした映像があるんじゃないでしょうか。それが次の映像です。データ少佐には正式に娘がいました。その名をラルと言います。なので、仮にダージも娘だと認定すると、ダージは次女になります。さらに、ダージは双子で、もう一人、ソージ・アーシャという、子もいます。まとめると、こんな感じになります。で、かなり話ずれますけれど、このダージとかですね、掃除とかですね、掃除アーシャとか、なんか発音してたらですね、稲川淳二さんの実話怪談、生き人形に出てくるソーニャとアーニャを思い出しました。はい、すいません、戻ります。残念ながら、ラルちゃんは、父親であるデータ少佐と別れ離れになるっていうことから、恐怖を感じてしまうんですね。恐怖という感情を知ってしまって、その感情の情報が処理能力を超えてしまったんで、機能不全を起こすんですね。で、残念ながら帰らぬ人となってしまったわけです。新スタートレックシーズン7のエピソード10、アンドロイドの母親に、ラルちゃんの絵が出てくるんですね。感情を持たないデータ少佐なんですけれど、こういうものを残すんですよ。で、彼にとっては悲しみとか哀愁とかそういうものなんもないんですけれど、どういうわけか見ている側の我々人間の方が感情を揺さぶられてしまうという、そういう感じですね。続きまして、人工生命体の反乱についてです。スタートレックの過去作品を見ないまま、この最新シリーズを見た場合ですね、もしかすると、このアンドロイドの取り扱いについて戸惑っちゃうかもしれないなって思いました。というのもですね、他の SF 作品に出てくるアンドロイドは、それこそデータ詳細以上に人間っぽいアンドロイドとかが普通にたくさん出てくるんですね。ところが、このスタートレックという世界では、知的生命体と言っても過言ではない。というか少なくとも人類では判断できないレベルの高性能なアンドロイドっていう存在は基本的に作れないという世界観になってるんですね。で、今のところ、この世界最高のアンドロイドはデータ少佐ただ一人であって、データ少佐レベルのアンドロイドを作ろうとすると失敗しちゃうというね、これが前提になってるんですよ。そんな中、おそらく大量生産された低い性能のアンドロイドたちが反乱を起こしたか、もしくはバグって事故を起こしたのか、まだ不明なんですけれど、いずれにしても火星の防御機能を麻痺させて、救助艦隊も造船所も壊滅させて、可燃性の大気が発火しちゃって、
火星は今でも火の海という最悪な状況を作ったようなんですよ。で、これが原因で、なんか、アンドロイドの製造は禁止になったみたいで、しかも、同じアンドロイドっていう枠組みでデータ詳細に対しても、なんかこう、悪い感情が持たれてるっていう空気感、雰囲気が、こう、作中に出てますね。で、こんなね、空気の中でデータ詳細の娘かもしれないという存在が現れたわけなんですよ。いやー、なんかこう、期待できますね。で、あともう一つ気になってるんですが、それは医療ホログラムの存在なんですね。これはスタートレックボイジャーで登場した医療専用ホログラムなんですけれど、ただのホログラム投影されたプログラムですね。で、これをどうするのかなんですよ。多分絶対出てくると思うんですよね、これ。で、というのも、実はこの医療専用ホログラムは、ホログラムなので実体を持たないんですけれど、その挙動はデータ詳細以上に人間らしくてですね、知的生命体と言ってもいいレベルに仕上がってます。で、ボイジャーのエピソードの中でも、旧型になった医療ホログラムは、患者の評判も良くないんで、なんか炭鉱みたいな場所で強制労働してるみたいな話もありました。なので、人工生命体に対する、その差別的な話、そういうのとか、その自主性を持った彼らが、今後どうやって生きていくのっていう、なんかそういう話にね、発展するんだろうな、ということで、非常に期待しています。さあ、ロミュランです。これはね、どうなっていくんですかね。話としてはやっぱり期待できますね、非常に。で、最後のシーンで、ロミュラン再生施設なるものが出てきます。ここにダージの姉妹であるソージがいるんですけれど、この場所に妙なデジャブ感を感じてしまうわけですよ。そう。これは、あれですよ。ボーグキューブですよ。あの、最強最悪のボーグの船です。これをロミュランが手にしてるんですよね。あの、先ほど、話したウルフ3号機の戦いで、人類が死滅しかかったって話は、このたった一隻のボーグキューブのせいですからね。それを、そのロミュランの生き残りが手にしてるわけで、もう、それはもうやばいですよね。惑星連邦は、ロミュランを助けなかった。当然、ロミュラン人はそれを恨みに思ってるわけですよ。で、生き残ったらロミュラン人は少ないけれど、惑星連邦の遥か上を行く科学技術力の塊である、このボーグキューブを手にしたっていうことはですね、これを持って何に使うんですかと。しかもですね、その人類の宝であるデータ少佐の継承者かもしれないアンドロイドもこれに乗船してるわけですね。いやーもう今後どうなるのか非常に楽しみですね。はい。では、ここまでです。ありがとうございました。